はじめまして、映像制作チームフレイのポプリカと申します。まず、今回の動画では自己紹介で講座のコンセプト紹介、そして講座の前提説明と最後にブレンダーのインストールについてお話をします。ブレンダー自体のお話は次回からなんですけれど、今回の動画ではこの講座全体を見てもらうにあたって大切にしてほしいお話っていうのをしていますので、見ていただければ幸いです。ではまずは自己紹介からさせてください。改めて映像制作チームフレイのポプリカと申します。フレイというのは3人だけのチームでミュージックビデオや CM といった短い尺の映像を 3DCG を中心に作ってきました。で、3DCG が中心ではあるんですけれど、チームができた当初は手書きアニメが主体だったり、実写の映像なども撮っています。また2024年には自分たちの主導でアニメーション映画を作らせていただきました。数分間のエールをという作品になっています。もし見れることがあればぜひ見てみてください。自身の映像制作の経験としては映像を仕事にし始めて10年以上経ちました。大学生の頃から映像は作っていておそらくもう13年頃になるかと思います。大学を出てから 3D を中心とした VFX 系の映像制作会社でディレクターとして 4,5 年ほど働いてからフリーランスとして独立し、現在のフレイの仕事をメインとして活動をしています。映像制作者としてはフレイでのチームワークっていうのは多いんですけれど、業界の中での集団作業の経験っていうのはあまり多くはありません。なので今回のチュートリアル、今回の講座に関しても独特のワークフローや流れになっていることがおそらくあると思います。その点ご了承いただければ幸いです。では次に、この講座のコンセプトについてお話をさせてください。1個大きな目標があります。それはこの講座を通したからそれで満足だってならないようにしたいなって思ってます。チュートリアルっていうのは、チュートリアルを通して何かを作った気になるためのものではなくて、その人が次、チュートリアルを見なくても先に進めるためのものだと思ってるんですね。なのでその次の制作を自分の力だけで行えるようにするっていうために、2つ今回の講座では特徴的なことがあります。1つ目は 3DCG をメインとした映像制作の全ての工程を通すようにしていること。もう1つは迷っているところを見せるようにしていることの2つです。もう少し詳しくお話をさせてください。まず1つ目。この講座はモデリングだけとかアニメーションだけではなくて、キャラクターのモデリング、キャラクターのリギング、キャラクターのアニメーションで背景を作ってコンポジットを行うっていう 3DCG による映像制作の全ての工程をなるべく通すように作っています。で、あなたがモデリングだけがしたいとかアニメーションだけがしたいのであれば、それはそれで全然問題ないんですけれど、もし最終的に映像制作をしてみたい、自分の力だけで映像を作り切ってみたいなっていうふうに思っているんであれば、今回はこの映像を作り切るという部分に関して学んでほしいと思っています。そもそもなぜこの作り切るっていうことをやろうと思ったかっていうお話なんですけれど、世の中にバラバラに存在する各工程のチュートリアル、もちろんたくさんあると思うんですけれど、あれだけをやってたら、もうそれだけで満足してしまったりとか、疲れてしまう人っていうのが多いんじゃないかなと思ったことがきっかけになっています。例えば自分は映像を作り切りたいと思っているんだけど、モデリングのチュートリアルがある、アニメーションのチュートリアルがある、それぞれバラバラにはあるんだけど、じゃあ一体映像制作を通すときに、どれがどのぐらいの割合の作業なのかとか、どこにどれだけの力をかけていいのか、抜いていいのか、みたいなことって、各工程のチュートリアルだけを見ていてもあんまりつかめないんですよ。一周自分が作ってみないとそれって見えてこないんですよね。だったりとか、そもそもそのモデリングのチュートリアルとかアニメーションのチュートリアルっていうのはもちろん別の人が作ってることが多いので繋がってないんですよ。なので何もわからない人がチュートリアルだけを見て映像を作り切ろうと思った場合って、自分でその複数のチュートリアルを繋げていく必要があるんですよね。モデリングのチュートリアルはこれを見ればいいかな。アニメーションはこっちがいいのかな。自分で複数のチュートリアルを繋げていく必要がある。モデリングの時では分かりやすかったんだけど、アニメーションはなかなか分かりやすいチュートリアルがないなだったりとか、リギングのチュートリアルはどれも端的に説明してしまってて、モデリングより丁寧じゃないなとか、一個一個のチュートリアルの粒が揃ってないことが多いと思うんですね。そういうようなことがあって、自分で繋げて最後まで持っていくってことをやろうと思うと、それだけでとても難しくて苦しいんじゃないのかなと思っていました。だったので、この講座では、この講座についてくれば、ブレンダーによる様々な機能を使って映像制作を通すことができて、それができたら、流れが分かったから、次の制作では自分の力だけで進んでいくことができるようにっていうのを念頭に置いてカリキュラムを組んでいます。
で、もう一つの迷うところを見せるっていう話なんですけれど、基本的に世の中にあるチュートリアルって、あんまり迷っているところは見せないんですよ。すごく簡潔に、丁寧に、こういうことをしたらこれができます。次これをします。これができましたっていう風にして、すごく綺麗に進んでいくことが多いんだけれど、実際の映像制作の中で第一線で活躍している人も含めて、絶対に迷わずに進むっていうことはないんですね。綺麗な舗装された道をまっすぐ歩けるっていうことはなくて、基本的に映像制作、実際の制作の中では、荒れた道を自分で石をどかして、一個ずつ丁寧に、こっちかな、あっちかなって迷いながら進んでいくものなんですね。なんだけど、チュートリアルだけやってると、その舗装された道を歩くっていうスピード感が普通に感じてしまって、チュートリアル終わって、じゃあ次また自分だけで作ろうって思った時に、なんかすごく歩きづらい、辛いなって思ってしまうんじゃないのかなって思いました。なので、プロの人でもこんな風に迷っているんだっていうのを自分の方で見せたいと思っていて、今回はそういうカリキュラムにしています。そのせいもあってめちゃくちゃ長いです。100時間以上の講座になっていると思います。なんだけど、全部が丁寧な授業形式で行われているわけではなくて、多くの時間は僕が実際に制作をしている様子、迷っている様子っていうのをお見せすることになると思います。僕が無料のチュートリアルを作るんであれば、ここまでの長尺、密度のあるものっていうのは作らないと思います。もっと見やすいものを作ると思うんだけど、全部のカリキュラム、全部の動画を1回で買うコロソのこの形だからこそ、今回はこういうスタイルの講座、チュートリアルを作ろうと思いました。で、全然安くないお金だと思うんですよ。チュートリアルを買うにしてはかなり勇気のいるお金だと思います。その安くないお金を使ってせっかくチュートリアルを買ってくれた、講座を買ってくれたあなたにはどうか半端なものではなくて、きちんと映像制作の能力を身につけてほしい。チュートリアルだけで満足するんではなくて、自分の力だけでこれから先歩いていける能力っていうのを身につけてほしいなっていうのを思っています。コンセプトに関しては今お話しした通りなんだけど、もういくつかこれ大切にしてほしいなと思ってることがあって、それをお話しさせてください。何度か僕、映像を作り切るって言葉を出してると思うんですけれど、この映像を作り切るっていうのが何かっていう定義を先にしておきたいと思います。あくまで僕の定義ですね。映像を作り切るっていうのは、映像を作る前に決めた尺をやり切ることです。1曲の MV 作るぞ、でも15秒間なんか作るぞ、でも何でもいいんだけれど、始める時にこれだけ作ろうって決めた尺をちゃんとやり切ってほしい。もう途中で飽きちゃったし、今回はここまでにしようかなっていうのをしないでほしいんですね。でまた、できたらスケジュールも設定してください。良くなるまでずっとやろうってやっちゃうと、やっぱどうしてもだんだん慣れてきちゃうんですよ。だからそうではなくて、1ヶ月でやりきろうとか、3ヶ月でやりきろうとか、ここまでっていう風に決めた時間を守ってみてほしいんですね。その決めた尺を決めたスケジュールに沿って作ってみると、絶対に終わった時に納得いかなかった部分とか、逆に思ったよりよくできたなっていう部分が必ず出てくると思います。それを解決するために2回目の制作に向かってみてほしいんですね。ここが全然良くなかったから次回はこうしよう。逆にここは良かったから次回も活かそう。で、2回目やってみて、それがまた終わったら絶対にまた同じように納得できなかった部分とよくできた部分っていうのが出てきます。それを解決するために次3回目に向かってほしい。そういう風に映像制作1本を何度も何度も繰り返していくからみんな上手くなっていくんだと思ってます。モデリングだけがどこまで上手くなっても映像制作としては絶対に上手くはならないです。なのでモデリングをしたい人ではなくて映像が作ってみたいなっていう風に思っている人はこの1本作り切るっていう工程をちゃんとやれるようにしてみてください。で、もう一つの話。今回のこの講座、チュートリアルではもちろんあるので、基本的には僕の作るものを真似て作ってもらうことになるんだけど、完全に同じものを作らないでほしいんですね。例えば、モデルでも、ちょっと顔の雰囲気をわざと変えてみたりとか、体型の雰囲気を少し変えてみてもいいと思う。で、服装も少し変えてみてもいいと思います。キャラクターのアニメーションだったりとか、カメラワークだったりっていうのも、僕のものから変えてみていいと思ってます。で、むしろ変えてほしいと思っていて、で、なんでそうしてほしいかっていうと、映像が完成した時に、僕が作ったもののコピーが出来上がることになるんですよね。それ、あんまり嬉しくないと思っていて、嬉しいとは思うんだけど、僕のコピーではなくて、自分で作りたいと思った映像が作れた方がもっと嬉しいと思うんですよ。少なくとも初めての人が、僕が作ったように作ってみてくださいって言っても、必ず少しいろんなところでクオリティは下がっていくと思っていて、ポプリカが作るものの劣化みたいになっちゃったなってなってほしくないんですね。だから自分が作りたいと思った映像を僕と一緒に作っていけたらいいなっていうふうに思っています。あくまでも映像制作の道、自分が作りたい映像の道っていうのを切り開いていくのが自分であってほしいっていうふうに思っています。で、作るものを変えるっていう部分に関してなんですけれど、難易度の調整にも使ってほしいと思ってます。僕の話していることがすごく難しくて全然ついていけないなって思った時にはもう全然簡単にしちゃっていいと思うんですね。チュートリアルでこれを言うのはおかしいことかもしれないけれど、でもそう思う。例えばモデリングを進めていくときに、僕が複雑な機能を使って
すごく細かいところの調整をし始めた時に、それがそこまで大切じゃないように思うんだったらもうバッサリ切ってしまって先進んでしまってもいいと思うんですよ。極端なことを言えば、じゃあ僕が10万ポリゴン、一般的なモデルの解像度で作った時に、そうじゃなくてもう5000ポリゴンとかすごくローポリゴン、解像度の低い状態で作ってみても、それはそれで面白いんじゃないのかなっていうふうに思っています。アニメーションも簡単にしちゃっていいと思うし、マテリアルの制御に関しても簡単にしちゃっていいと思う。僕の作ってるもののコピーを作ることが大事なんではなくて、あなたが次の映像制作に向かうためのことがしたいんですね。で、もしわかんなくて、いやでもやっぱりせっかくお金払ってわかんないことがあるままになるの悔しいな、だったら、2回目の制作行った時に改めて見返してくれても全然いいと思う。難易度の調整のために僕のやってることを省いて先に進むっていうのは全然いいと思います。でもちろん逆に難易度の調整なので、僕の言ってることが大体わかるよ、簡単だなって思う人は難易度上げてもらって構わないです。僕が作っているものよりももっと複雑にしてくれて全然良い。例えばあなたがモデリングをたくさんやってきたんであれば、モデルの部分に関しては僕よりも複雑にすればいいと思うし、アニメーションに関しては僕より簡単にすればいいと思う。アニメーションをやってきた人はもちろん逆ですよね。モデリングのところは簡単にしていいけど、アニメーションの方は複雑にすればいいと思う。難易度の調整的な意味でもあるし、できれば次自分の足で進むためにも、僕と同じものを作らないで少し変えてもらえたら嬉しいなと思っています。ていうか多分やってることが細かすぎて完璧に同じものを作ろうとするのはめちゃくちゃ難しいんじゃないかなと思います。自分が一周やった後にもう一回全く同じものを作れって言われても多分作れないと思うから、変にコピーをしない方が作りやすいし気も楽だと思います。この講座はおそらく密度がかなり高いものになっていると思います。普通はアニメーションだったりとか同じ時間を使ってモデリングだけとかアニメーションだけっていうのが多いと思うんだけれど、そこに全工程を入れましょう。しかも何にも知らない人でもわかるようにっていう前提説明からやろうとしているので、密度が濃くて速度が速いものになっていると思います。なるべく理解しやすいように意識してカリキュラムは作っているんだけれど、一度映像を流しただけだと全部わかったってことにはならないと思います。必要に応じて止めてもらったり戻したりしながら使ってみてください。で、これコンセプトの説明の最後の部分になります。ちょっと強い言葉にはなるんですけれど、何かを作った気になるだけのチュートリアルっていうのは意味がないと思ってます。チュートリアルの言う通りにボタンを押していってできたかっこいいものっていうのは学んだ気にはなるんだけれど、実際の学びは全然ないと思います。むしろ逆で、自分の頭で考えること、そのチュートリアルの言ってる内容が理解できて、ここを押したらこういう風になるよねって、自分の頭で考えて作ったものこそが素晴らしいものです。カリキュラムは結構長いんですけれど、その間、思考停止して僕の真似をするんではなくて、あなたの頭で考えて作ったものこそがいいっていうのを意識して制作を行ってもらえたら嬉しいです。講座のコンセプトについてのお話でした。次なんですけれど、カリキュラムの順番のお話しさせてください。基本的には実際の僕の映像制作の工程通りになっています。順番にお話ししましょう。まず一番最初はセクション2、ブレンダーの基礎説明についてお話をさせてください。ここにこういうパネルがあるよっていうウィンドウの説明であったりとか、ブレンダーはこういう風な概念でオブジェクトを扱うよっていう基礎の部分のお話、あとショートカットのお話をさせてください。次、セクション03、モデリング&リギング。ここではキャラクターのモデリング作業とそのできたモデルを動かすようにするためのリギング作業を行うんですけれど、一番最初にモデリングやリギングではないんだけれど、グリースペンシルっていうのを使用した V コンテの制作についてお話をさせてください。V コンテを作ってキャラクターのモデルを作ってリギングをして動かせるようにするところまでを行います。で、次、セクション04、アニメーションですね。動かせるようにしたキャラクターのモデルを使って基本的なアニメーションを組んでいきます。で、キャラクターのアニメーションまで作ったら、ここから先セクション5とセクション6を使って絵を豪華にしていくっていうことをやっていきます。セクション5ではキャラクターのライティングや背景オブジェクト、エフェクトの作成をしていきます。セクション5の時点で 3DCG の工程としては基本的には終わりです。で、セクション06、コンポジット。ここはブレンダーでやるのはかなり珍しいと思う。基本的には After Effects であったりとか、映像編集ソフト、コンポジットソフトっていうのを使って行われることが多いんだけれど、前回までの仕事や最近のブレンダーの発展を見ていて、これブレンダーだけでコンポジットでききるんじゃないかなっていうのを思って、今回の講座用に研究開発を行って、こうすればできるなっていう筋道を立てた上で、今回のこのコロソの制作で初めてやっているっていう工程になります。その点ご了承ください。で、今回のこの講座、明確に2つの種類の動画に分かれています。一つは解説編、そしてもう一つは実践編です。例えばセクション3、モデリングとリギングに関してを例に出すと、まず一番最初にモデリング基礎知識として、ポリゴンというものがどういうもので、みたいな、本当に前提とした基礎知識っていうのを一回先に説明し
します。で、あなたが初心者の場合は、ここはとても勉強になる場所だと思うし、基本的には各説明を30分程度で終わらせているので、見やすい動画になっていると思います。その後に、説明した内容をもとに実際に制作を行っていくよっていう実践編を行っていくっていう順番で進めていきます。この実践編の動画は解説に比べて極端に長いです。解説は基本的に1個30分程度なんだけど、実践編は、例えば顔のモデルだけで10時間程度を使っています。で、この10時間中は解説編のように分かりやすく説明をするっていうことがあまりなくて、どちらかというと説明というよりかは、僕が考えていることを話しながら作業するのを見てもらうっていうものになると思います。こういうことを考えて、ここでこれは諦めるんだであったりとか、こういうことを考えて、ここはこれ粘って進めるんだっていう実際の制作の中の温度感やスピード感っていうものを学んでくれたら嬉しいです。で、めちゃくちゃ長いし、見やすいようにっていうカットもあまりないんですよ。なので、普通に全部見てしまうと、おそらく疲れてしまうと思うんですね。なんで、疲れないように自分の集中が持つようにっていうのを念頭に置いて、早回ししたりとか飛ばしながら見るっていうのでも全然十分です。で、ポロポロとこういう風にするとこれ早いですみたいなことは言ってはいるので、全部見てもらえた方が嬉しくはあるんだけど、ただ全部見ることによって集中がそがれてしまっては意味がないので、実践編の動画に関しては自分が使いやすいように使ってもらえたら嬉しいです。という風にして解説編と実践編を織り交ぜながら、ブレンダーでの映像制作の全工程を通すっていうのをやっています。で、ブレンダーで作り切ると言っておきながら大変申し訳ないんですけれども、本当はこのキャラクターモデリングであったりとか V コンテの前にコンセプトアートとキャラクターデザインっていう工程があります。コンセプトアートっていうのはこういう映像を作ろうっていう一枚絵です。一枚の絵だけでなんとなく作りたい映像の雰囲気をわかるようにするための絵です。であったりとかキャラクターデザイン。これはなんとなくイメージ湧く人も多いと思うんだけれど、実際のモデリングをする前にこういうキャラクターですよっていうのを絵に描いておくっていう必要があるんですよ。なんだけど、この工程は今回飛ばさせてください。申し訳ありません。で、理由としては2つあって、ブレンダーでやりづらいっていうことです。現状のブレンダーの機能であれば、できないことはないんだけど、普通にペイントソフトを使った方が効率的だと思うので、今回はブレンダーについてのチュートリアル、ブレンダーについてのカリキュラムなので飛ばしました。あともう一つの理由。これはもう僕自身が仕事でコンセプトアートを描いたり、キャラクターデザインを起こすっていう機会がほぼないからっていう理由です。で、もし僕の名前を知ってこの講座を買ってくれたっていう人は、おそらくフレイの映像を見てもらってると思うんですよね。このフレイみたいな絵作りがしたいなと思って買ってくれたと思うんだけど、フレイの映像ってコンセプトアート僕じゃないし、キャラクターデザイン僕じゃないんですよ。なので、フレイの映像っぽさは多分薄くなっちゃうと思うんですよね。なので、僕の講座ではあるんだけど、同じチーム、フレイでコンセプトアートを担当してくれている孫付きに、今回の講座のコンセプトアートは用意してもらいました。で、これに沿うようにして今回は作っていければいいなと思っています。で、またもう一つ、音楽もブレンダーでは作っていません。用意してもらいました。これ理由は僕が MV を作ることがとても多くて、音楽がないとコンテがすごく切りづらいんですよ。なので音楽あった方が作りやすいなっていうことを思って、これまた同じくよくお世話になっているビビっていう作曲者の方に簡単な楽曲を制作してもらいました。別にこれを見てるあなたは使わなくてもいいんだけれど、僕は用意してもらった音楽を使って映像を作っていこうと思います。それでは最後にブレンダーのインストールに関して説明を行っていきたいと思います。まずお手持ちのブラウザでブレンダーっていう風に検索をしてください。そしたらブレンダーの公式サイトですね。これが出てくると思うのでそれをクリックしてください。今回僕はブレンダーの 4.2 っていうバージョンを元に作業を進めていきたいと思っています。これ以下のバージョンは使わないでください。で 4.2 に合わせてもいいし、個人的にはなんですけど 4.3 以降でもいいと思っています。なんでかってお話なんですけれど、ブレンダーは基本的にどんどん機能が進化していきます。目まぐるしく変わっていって進化のスピードがとても速い。で、その進化のスピードが速いっていうのはブレンダーの大きな魅力の一つだと思っていて、ぜひ最新版を触り続けておくようにしてほしいです。ただ、そうは言っておきながらなんですけれど、ブレンダー本当にどんどん変わっていってしまうので、僕が 4.2 で解説をしている時に 4.3、4.4、4.5 って進んだところを触っていると、もうそもそもの名前が違ったりとか、全然触ってる UI が変わってしまうっていう可能性があると思います。でそういう時にこの講座カリキュラムの内容が分かりづらいなってなってしまったら、4.2 にそれから戻してしまうのでもありだと思っています。一旦 4.2 以降最新版で触っておいてもらって、どうしてもやりづらくなったら 4.2 に戻すっていうのを個人的にはお勧めしています。ダウンロードに関してなんですけれど、ここかここにおそらくダウンロードっていうボタンがあると思います。どっちでもいいんでクリックしてください。すると分かりやすいボタンでダウンロードブレンダー 4.2 LTS っていうものが表示されています。
ただ、ここに映ってるものは最新版のブレンダーなんですね。なんで今は 4.2 なんだけど、この講座を見てくれてるあなたが見る頃には 4.3 だったりするかもしれない。ので、一旦 4.2 に落とす方法っていうのを一緒にお話ししておきたいと思います。この下に Looking for Previous Version っていうのがあります。こちらクリックしてください。さらにもう続けて Download Any Blender っていうものを押してください。で、これでブレンダーの初期のバージョンから最新版のバージョンまでっていうのが見えるようになります。この中でブレンダー 4.2 っていうのをクリックしてもらって必要なバージョンっていうのを落とすようにしてください。Windows、Mac、Linux それぞれで落とすべきものが変わってきます。で、ダウンロードしてもらって、それを普通にインストールしてもらえれば、ブレンダー起動できるようになっていると思います。はい、ここまでまずありがとうございました。次回以降で実際にブレンダーを触って講座進めていきたいと思います。これから先長くなると思いますが、何卒よろしくお願いします。